それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は新シリーズです。推しを見ていこうと思っています。皆様、推し、ファン、好きなアーティストや芸能人など憧れの人いらっしゃいませんか？その方について今回見ていこうと思っています。または浅い関係の恋愛、あの人に憧れているんだけど仲良くなりたいな、そのような方でもご覧いただくことができます。いろんな形があると思いますので、どうぞ置き換えてご覧ください。はい、メインとしてはあなたの推し活応援しますっていうシリーズでやっていこうと思います。今回のテーマは推し、この方がどんな運勢をたどっていくのか、今の近未来ですね、見ていこうと思います。そして最後にあなたへ一言推しさんからいただこうと思っています。憧れの方や気になるなと思っている、例えばね、芸能人の方とかモデルさんとかでもいいです。はい、では見ていきましょう。まず推しさんのパブリックな面と、あとはプライベートな面でどんな方なのかなっていうところを探っていきます。では今回使うタロットカードですが、すべて正位置で採用していきます。ではよろしくお願いします。ではもらっていきます。1枚飛び出してきてるのがあるので、これがパブリックの推し様ですね。こっちがプライベートの推しさんということでもらっていきます。そして1枚オラクルカードもね、もらっていこうと思います。じゃあちょっと推しの子を見たのでアニメですね、推しの子を見たので、ちょっとね推しシリーズやってみようかなと思いついてやっております。ではもらっていきましょう。これが、推しさんの表向きですね、ソードの8、はい。そしてこちらがプライベートの推しさん、ペンタクル6番。すごくプライベート充実されてるなっていうのが感じられます。それが今表向き、これねパブリックの推しさんなので、公共の場、今活動されている時の推しさんですよね。で見ていますので、今現在の推しさんとしてはあまり自分の思うように活動できていないのかなっていうのがちょっとね見えています。プライベートも結構充実しているんですね。やりたいことたくさんあるでしょうし、実際やってると思います。あちこち遊びに行ったりとかもしてると思うし、お友達ともたくさん遊んでいると思います。プライベートは充実してるんですが、今現在の活動についてあまり自由に活動できていない、表現できていないっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに感じています。思うように自分の成績を残せていないとか、そうですね、推しさんにとってはね、自分の活動が理想通りに動いていかないなっていう風に葛藤されているのかなっていう風に感じますね。あとは制限をかけられているような可能性もあります。契約上の制限とかね、そのようなものも感じながらも、その中で一生懸命表現されている、活動されているんじゃないかなと思いますね。はい、プライベートの方はバランス取りながらうまくやっているんじゃないかと思います。そしてオラクルカードで1枚出しているのが流れに身を任せるっていうのが出てきていますので、今なかなかもどかしい現状があると思うんですが、もどかしいというかね、もしかしたら制限、その中だけで活動っていう風になってるのかもしれないんですけど、世界を広げていきたいっていう、もっともっとね活動範囲を広げていきたいとか、例えば知名度を上げたいとかね、もっと人気者になりたいとかあると思うんですね。今はまだ自然の流れに身を任せる、時の流れにね身を任せておこうかなっていう風な考えがあるんじゃないかなと思います。これはそのパブリックな面、活動面だけではなくてプライベートなこともそうですね。プライベートなことは今潤滑に物事が流れていると思いますので、そのままの流れでねやっていこうかなっていう風に考えているんじゃないかなと思います。今現在の推しさんの活動面と、あとプライベートのところ見ていったので、少し推しさんについて尋ねていこうと思います。
でどんなことが好きなのとか、そういうところも見ていこうかなと思います。推しさんの例えば好きな食べ物だったりとか、好きなこと、どんなことするの好きなのとか、趣味とかね、そういうのももらっていこうかなと思います。食べ物出てくるかなっていう感じなんですけど、食べ物のカードを出せばよかったかな。まずここでね1枚もらっていくのと、そしてはいノルマンカードからももらっていきましょう。必要に応じてタロットは複数枚出す可能性があるので、ここに置いときます。はい、ノルマンも1枚、そしてまたオラクルもらっていきます。どんなことが好きなのっていうところで、そしてその後もね、エゴサしてますかっていうところまでねもらっていきましょう。活動者なのでね、表現者だったり表舞台で活躍されている方だと思いますので、もしくはね憧れの方とか浅い関係性の方でご覧いただいているかもしれないんですが、メインとしてはね推しさんっていうことで見ていきます。好きなこと、趣味とか見ていきましょう。ジャッジメントが入っています。そして犬のカード、はい、動物が好きっていうのがね単純に入ってきます。自分を優先するっていうカードですね。これは今現在のね状況とか活動とか関係なく、この方が今の好きなものとか好きなこと、食べ物とかで見ていっています。あとはね、この推しさんは寝ることが好きとかお洋服が好きっていうのは入ってきます。もう1枚もらいましょう、タロットで。個性的なお洋服とか活動も結構個性的だったり目立ったりとか、楽器持ってるので好きなアーティストさん、音楽が好きっていうのもあるかもしれませんね。音楽活動しているとか、あとは音楽活動じゃなかったとしても好きな音楽がある、それを公言しているとか、音楽に詳しいとかっていう場合もありそうですね。ソードの4番、やっぱり寝ることが好きなんですね。ゆっくりまったりとくつろいだりとか休んだり眠るのが好きなんじゃないかな。休みの日ゆっくりとくつろいでずっと寝ていたいとか、あまり時間にとらわれるのも好きじゃないかなっていうところが出てきています。基本的にすごく優しい方ですね。性格が見えてきています。人に対して優しい、またはファンの方とかね、ファンじゃなくても周りの方々に対して老若男女問わず、言えた？問わずね、性別年齢とか相手のこと構わず、もうみんな平等に優しいんじゃないかなっていうふうに思います。犬を飼っていらっしゃる、ペットさんをね飼ってらっしゃるっていう方もいるでしょうし、または動物が好きっていうことですね。人と人とのつながりを感じられる瞬間が好きだけど、一人でゆっくりする時間も好きなんだよねっていう奇抜的な方っていうのも入ってきますね。そして、何が好きっていうと2つあって、1つははっきりさせることが好きなので、はっきりした色合いとかはっきりした物事っていうのも好きなんですけど、プライベートどっちかっていうとね、一人になってる時間っていうのはグレーゾーンが好きっていう感じもするんですよ。ただ漂ってるのが好き、いっぱいいっぱい活動している分、休みの日はねゆったりとするのが好きなのかな。そしてお風呂に入るのが好きとか、入浴グッズこだわってますとかっていう方もいるでしょうし、あと半身浴しながらねスマホを見てるんだよねっていう風に公言されてる方もいるかもしれません。水に関わるようなイメージが入ってくるので、プール、海辺、川辺とかね、水にまつわるような、例えば資格を持っていたりとか趣味があるんじゃないかな。ダイビングが好きとかっていうのもあると思います。かなりアート性が高い方っていうのが入ってきますので、どんな活動をしているにしろ、例えば音楽、あと芸術、アート、ファッション、このあたりがすごく好きなんじゃないかな、個人的にというふうに、趣味かなっていうふうに出てきます。もし活動がそのような芸術的な活動をされていたとしても、趣味もそっち方向が好きっていうのがあるかな。あと子供の時は自分の秘密基地があったりとか、秘密の場所、お気に入りの場所とかっていうのもあったんじゃないでしょうか。それが自分のお部屋っていう場合もあるんですけど、例えば空き地にね自分たちの秘密基地を作っていたんだっていうようなやんちゃな少年時代っていうのも感じられますね。はい、おしゃべりも好きなんじゃないかなと思います。
ちょっとね極端な面があるんですよ。極端というか、めちゃくちゃね盛り上がって喋ったりとか人と関わるのが好きなんだけど、一方ではね自分だけの時間も持ちたいなっていう、どちらもあるっていう感じです。食べ物としてはちょっとね原宿系の場所限定しちゃってあれなんですけど、ポップな感じの食べ物が好きだと思うので、流行りのものとか、あとですね、若い子たちが、若い子って言ったらダメか、ちょっと自分のあれですね、定点がちょっとダメだ今ねこう流行りの食べ物にとか、あと新商品のものとかっていうのを結構食べたりとかするのを、例えばね SNS に投稿したりとかするとかね、会話に出したりとかする傾向もあるんじゃないかなと思います。あとはねゲームとかデジタル系っていうのも入ってくるので、電子コミックス読んでますとか、あとはスマホゲームやってます、もしくはゲーム配信してますっていう感じの方もいるかもしれませんね。はい、そのように入ってきています。食べ物はねカラフルな食べ物が入ってくるので、野菜サラダだとしても、レタスサラダとかじゃなくて、そこになんかこうレッドオニオンが入っていたりとか、結構カラフルなサラダが好きなんじゃないかな。コブサラダとかね、カラフルなものが好きとかっていうのもあります。お食事自体がそうなのかな。結構色味のあるねパンチの効いたものが好きなんじゃないかなという風に出てきています。はい、それではこの方のねエゴサしてるかどうか、そうか見ていきましょう。今回ね初めてね推しシリーズやっていくので、なんか推しさんのことをねあなたお相手みたいな感じで呼んじゃうので気をつけながら、推しさん自分のことエゴサしてますかってことでもらっていきましょう。はい、自分のことエゴサしてますか。すっごくしてるっていう風に出てきてるので、めちゃくちゃねエゴサしてますよって、周りの人から自分がどういう風に評価されているのかっていうのも気になってるでしょうしね、自分の噂がどんな風に広まってるのか、どれぐらい認知度があるのかっていうのも、結構気にしてるんじゃないかなと。で結構ねエゴサしてますって、もちろん評判噂とかだけじゃなくて、例えばねめちゃくちゃ人気のある方だったら、自分がトレンド入りしている時にはチェックしてるでしょうし、自分のことで何かニュースになったり話題になったりする時っていうのはさらっとね目を通したりはしてると思います。はい、そうですね。ではここまで見てたので、ちょっとね気になるのが今現在の活動について制限がかかっているような感じがするんだけど、今でも流れに乗ってね、流れに沿ってっていう感じか、やってるところがちょっと気になるので、この推しさんの活動っていうのを見ていこうかなと思います。あとこの方お肉好きかもしれませんね。サラダとかっていうよりはもうちょっとがっつり系のものが好きなような気もします。はい、ということでこの推しさんの運勢をこれからケルト十字を使って見ていきたいんですけど、ケルト十字ね結構ねこう画角っていうかこう使うんですよね、場面を。でカードどうしようかなと思うんですけど、ちょっと一回もう少しねまとめていいですか。本当にそっか、ケルト十字って言ってケルト十字を使っていくので、少しまとめていきましょう。基本すごく優しいですね。もしこの方が活動面で、ファンの方に優しいとか、もうテレビで見る限り人に対して優しく接してるなっていうのは、それプライベートでもそのままですよ。優しいってところは変わらずです。それでは今度はケルト十字を使ってこの推しさんの今後のね活動についてどんな感じになっていくのかっていうところを見ていきます。活動面ですよ。プライベートとはまた別なんですけど、今回は活動について見ていきます。活動の運勢ですね。全部正位置でもらっていこうかなと思ってシャッフルしてあるので、正位置でもらっていきます。飛び出してきてるスターのカード、めっちゃ勢いよく飛んできてる。現状悪くないですよね。めちゃくちゃ勢いがあるから、勢いのある若手なのかもしれないし、若手とかね関係なく、キャリア関係なく、今すごくね波に乗っている人気のある方っていうのがめちゃくちゃ入ってくるので、ではどんどんともらっていきましょう。正位置でねもらっていきます。9ワンド、ちょっとカード重ねてしまってごめんなさいなんですが、ワンドの10、あ
後でね整理してもう少し見やすくしていきますね。ペンタクルページ、やはり若手の方なのかな、もしくは、芽が出るまでに苦労したのかなっていうところがあります。クリエイターのカード、バンドの6、バンドのエース、強行のカード、そしてソードの10。はい、この推しさん、ソードのエース、そしてまたねバックカードもらっていきます。バンドの4番という風に出てきているので、まあでもねお疲れっていう感じが出てきていますが、もうひと踏ん張りでっていうところもありますし、今この推しさんに必要なのは温かい安らかな時間っていう感じで、もともとねゆっくりしたいなっていう風に出てきていたので、ゆっくりするのが好きとかね、ぐっすり眠りたい、それが好きとか寝るのが好きっていうのが入ってきていたので、もう少しねゆっくりと癒しの時間っていうのを持つといいよっていう風には出てきてはいますが、推しさんちょっとねカードちょっと寄せていきましょう。かなりプレッシャーを感じていたりとかっていうのがあるんじゃないかなっていうのはあります。そうですね、この方がまずめちゃくちゃ個性が強いっていうことと、めちゃだって爆発してこられたんだなっていうのがあります。電撃的にスカウトされたのか、衝撃的なデビューを遂げたのか、とにかくこの方が持っているパワーっていうのがものすごく強いので、めちゃくちゃ大人気になる。今まだねそこまで活動されていないっていう方でも、これからすごくね活動されていく、輝いていく存在になるんじゃないかなって、そういう見込みがあってスカウトされてっていう方もいるでしょうし、もう現在ねすごく光り輝いてるよっていう風な推しさんもいらっしゃるでしょう。いろんな人から支持されている。もともと持っている個性が強いんですよね。才能とかね、才能ってあるないとかじゃなくて、どんな才を持っているかってところだと思うんですけど、とてつもなくこの方のオリジナリティっていうのがあるので、クリエイティブな活動をされている方なのかなっていうのは感じます。ただ今その自分がまだまだね勉強していかなきゃいけないんだよなっていうふうにご自身感じてらっしゃるので、自分の中ではね周りがどんだけこう人気があるよとかすごいねってもし言われたとしても、自信過剰になることなくコツコツとね積み上げていかなきゃなとか、すごく誠実ですね。心の中真面目ですよ。もう一生懸命今の活動についてより良い策を考えていたり、もっとよりよく自分が成長できるために何ができるんだろうってことを一つ一つ丁寧に行っています。ただし頭の中っていうのはかなりのプレッシャーを抱えています。なんかね困っているような感じもするし、さっきのこの制限を感じているところがあるっていうのにちょっとねやっぱりこれが出てきてるかなというふうに思っていますが、感じすぎなんですよね。期待に応えなきゃなっていう風に感じているところが実際あるんじゃないかなって思っています。それがゆえに自分自身を追い詰めているところがあるような気がします。そうですね、それがゆえに動きが自分自身制限しちゃっているようなところがあるんじゃないかなって思うんですね。本当はやりたいことをやれるように思いっきりやればもっともっと輝いていける気がするんですけど、今はまだそれを自分の思う通りにやっていない、できていない、まだねそこまでじゃないっていう風に自分自身でそう感じてしまっているので、まだちょっと自信がつかないなっていう風に出てきているんじゃないかなっていう風に感じています。不器用なところもありそうな気もするんですけど、周りとの、関係性を見ていくとこの方を導いてくれている方がいるので、そうですね、マネージャーさんだったりとか、その事務所の社長さんだったりとか、メンターですよね。この推しさんをね導いてくれる、アドバイスしてくれる強力な助っ人が周りにいるので、この方が多分流れを作っているっていう感じがする。だからこの推しさんも流れに身を任せよう、この方に任せようっていうところもあるんだと思うんですが、自分自身ですごくプレッシャーを感じやすい方っていうのもあります。活動に関してはね、真面目だからちょっと失敗すると
どうかな、プレッシャーを感じてやる気がなくなるとかじゃなくて落ち込むとかでもないんだけど、もっと頑張んなきゃみたいなね、足りないって、今の自分には足りないんじゃないかっていう感じで、もっともっとやらなきゃって、もっともっと重い荷物持っていかなきゃみたいな感じで追い込んでいく癖があるみたいですね。すごくやる気があって、これから本当にね、これからもっと自分が活動していきたいとか、頂点に上り詰めたいっていう思いがすごくあるんですよ。この方モチベーションがあるし、何かを生み出す力とか作り出す力、独創性っていうのがすごくあるので、もしかしたらね、今まさに人気が出始めたところなんだっていうね感じもするんですけど、だからすごくね落ち込んでるとかそういうこと考えてる場合じゃないなって、だから全身あるのみなんだっていう風に考え込みすぎていて、それがプレッシャーになってるよってところはあります。ただ周りの人にすごく助けになってくれる人がいるので、この方を頼りながらやってるんじゃないかなっていう風に出てきています。で、最終的にはこの方ね、すごく今のね近況いいと思うんですよ。何か結果を残すとか勝利するっていうカードが出てきていますので、大爆発、バズるとかってところまではいかないかもしれないし、行くかもしれないんだけど、一つ何か大きな成績を残せるでしょうっていうのが入ってくるんですよね。プレッシャーから解放されていくような結果かもしれない、自信がつくようなことが起きるんじゃないかな。バズるっていう可能性もありそうですよね。今現在もそういう可能性もあるんですけど、これから先の発展っていうのがすごくあるので、何かね約束されてるっていうのが出てきています。あとはこの推しさんが動いたこと、行動したこと、何か作り出したことが大きく評価されるよっていう風に出てきています。いいですね。自信につながるから、やっとこのプレッシャーから解放されるなっていう風に感じるんじゃないかなと思います。もうね苦しみ終わりだよっていう風に出てきていますのでね、この推しさんが感じていたプレッシャーっていうのはもう軽くなっていきますということで、これから先この推しさんの活躍すごくねいいと思います。心も軽くなるんじゃないかなっていう風に出てきていますね。それでは次に行きましょう。そっか、この対策のところね、お休みちょっとね癒しの時間持つといいよっていう風に出てるので、癒しグッズとかがあればいいかなっていうところです。それではケルト十字見ていったので、この推しさんから今ファンであるあなたへ一言、またはどんな応援をしてほしいのかっていうねメッセージもらっていきましょう。いいですね。でもすごく独創性のあるね推しさんで、みんなの憧れ的な存在っていう風に入ってきます。今ね推しさんっていう形で見ていますので、今浅い恋愛で見ていますっていう方は置き換えてご覧いただきたいんですが、今この浅い関係性だとしても、この推しさんじゃなくて浅い関係のお相手っていうのも、この活動、お仕事、この方のライフスタイルがこれからどんどんと花開いていくでしょうって、豊かになっていく。今ちょっとプレッシャーに感じてるような生活されてるかもしれないんだけど、そこから抜け出していって一つ何か成績を残していくよってところが出てきています。で今ね思い悩んでるっていうよりは悲しいとかイライラしてるとか思い悩んでるっていうよりは、すごくねやらなきゃっていう責任感でいっぱいっていう感じです。ということで見ていきましたので、あとはメッセージをもらっていきましょう。では推しさんからどんな応援をしてほしいのとか、あなたに対しての何かメッセージ、アドバイスメッセージ、あなたにアドバイスがあればくださいということで、これがもし浅い関係性でご覧になっている場合っていうのは、あなたのことを認識しているかしていないかってことにも変わってくるんですけど、でも置き換えてご覧いただけたらなと思います。私のことを認識してくれてるんだよなって方はそのようにお受け取りいただいて、また自分のことを認識していない気がするっていう方はそのようにお受け取りください。ではもらっていきましょう。そうですね、ちょっとこれ1枚だけめくっておいて、強行のカード、もしかしたらタロット足すかもしれないのでまだ置いときます。でルノルマンを出していきましょう。ルノルマンからもねもらっていきます。タワーのカード、
信頼関係を築いていきたいっていうのが入ってきます、今回はね。そして自分の活動とか活躍を見ていてほしいなっていうところが入ってきています。活躍したら褒めてほしいとか、ツイートしてほしいとか、リプライとかね、リツイートしてほしいっていうところもあるんじゃないかな。もうちょっともらいましょう。オラクルからももらっていきます。一回しまっていきましょう。なんだろう、今まで積み重ねてきた成果を見てほしいとか、今まで通り応援してほしいってことももちろんそうですし、あと何かね、言いたいことがあるみたい。それ後でタロットでもらっていきましょう。伝えたいことがあるよっていう風に出てきています。でもとにかくね、この推しさんがね、これから順調に活動されていくって結果残していくんだろうなっていう運勢が出ていて、ほっとね一安心している方もいるかもしれません。回復、なんかねくつろぎたいなっていう感じで出てくるので、もしかしたらあとね、やっぱり本の絵柄が入ってくるので、なんだろうな、もしかしたらこの方が本を執筆されている方であればね、自分の出版したものを読んでほしいとか、あとは写真集だったりとか雑誌に載ったりとかするときは目を通してくれると嬉しいなとか、そうですね、あなたの心の癒しになりたいなってところもあると思いますし、この推しさん自体が今ちょっとねプレッシャーすごくかかっている状態なので、自分自身が少しゆっくりしたいなっていうことも言われてるのかなと思いました。カフェ好きなのかな、一人時間が好きなのかな、お部屋にこだわりがあるのかもしれませんね。ただファンであるあなたとの関係性、ファンダムとはね、しっかりとした信頼関係を築いていきたいなってところがあります。固いですね、固く守ってほしいとかっていうこともあります。固く守ってほしいっていうのは、自分の周りを固めてほしいっていう、離れていかないでほしいなっていう感じで入ってきています。ワンドの4番はね、ここと同じカードなんですよね。今やはりなんかね、こう癒しっていう感じで入ってくるんですよね。何を伝えたいのって、なんか安らかな時間をあなたと築きたい、あなたってかファンとね築いていきたいっていう風に出てきていますね。それか自分のこの力を癒しの力としてあなたに届けたいなっていう風に感じてるんじゃないかな。自分の活動が人々の癒しになりたいなっていう風に感じて活動されているのかなと思いました。はい、すごく熱心な方ですね。クリエイティブなお仕事だったとしたら、自分の活動をよりもっと広めていこうとか、自分の知識を深めていこうっていう意欲に満ち溢れていますし、ファンとの癒しの時間を持っていきたいっていう風に出てきているので、もちろんね、自分自身のプレッシャーから解放されるとか、もっと自由に活動していきたいってところもあるとは思うんですけど、一番軸になっているのが今応援してくれる方々との信頼関係を深めていきながら、これからも応援していただきながら、そしてこの方々に自分が癒しの力を届けていきたいんだってところがありますね。もっと深くつながっていきたいなとか、あとは広く自分の人気が広くなっていくっていうよりは深くなっていく、深くつながりたいってところが今ご自身の中で感じてるのかな。もちろん人気が広がっていくっていうのも嬉しいんですけど、浅いつながり、浅いファン層だけじゃなくて、ファンとの間のコミュニケーションっていうのをすごく大切にされていると思います。はい、このあたりでしょうか。もう1枚ルノルマン出しましょうか。癒しっていうワードが結構入ってくるので、癒しの方なのかもしれないですね。どうでしょうか。この辺りで終わっていきましょうかね。ちょっと一度こちらも片付けて、では20番ガーデンブーケ、すごいすごいですね。いろいろ何を言いたいのかな、何を伝えたいのかなっていう風に出てくると、やはり自分の活動を
応援してほしい、これからもねずっとね応援してほしい、熱く応援してほしいなっていうところと、やはりね交流を持ちたいなっていう思いがあるので、いずれかの形でファンとのコミュニケーションを取れるような機会を作られるんじゃないかと思います。例えばサイン会、握手会って今あるのかな、コロナだからわからないけど、握手会だったりライブだったりとか、直接ファンと顔を合わせられるような、例えばインスタライブだったりとか、配信を行ったり、ライブ配信ですね、行ったりとか、ファンサービスをこれからも注力注いでいくよってこと、そしてファンにとってすごく嬉しいお知らせを持って会いに行きたいんだよっていうことをすごく強く言いたい。集いっていうのが入ってくるので、例えばファンクラブを結成されるとかっていうことも考えられますし、やはりねファンの方と会えるような機会を作られるんじゃないかなっていう風に、イベントとかねあるんじゃないかなという風に入ってきています。いいですね、すごくいい、すごく大切に思ってくださっていますね。はい、今回は推しさんについて、推しシリーズとして第1回目を行っていきました。推しさんの近い未来の運勢だったりとか、好きなものだったりとか、ファンであるあなたに対しての一言としてもらっていきました。めちゃくちゃファンを癒したいし、大切にしてるし、つながりを深めていきたい、自分が癒しの存在でありたい、そして何か導く立場でありたいっていうのが入ってくるので、もしかしたらあなたを導いていきたい、ファンをね導くような存在でありたいとか、癒しの存在でありたいっていうのもあるかもしれません。そして中にはね、この推しさん自身がもう少しね癒しの時間が欲しいなっていう風に感じてらっしゃるのかもしれない。なぜならプレッシャーを今すごく感じているから。そしていただいたオラクルカードからもねもらっていきましょう。これはですね、お相手じゃない、推しさんのそのプレッシャー今すごく抱えてるっていう状況に対してのアドバイスとしてもらっていこうかなと思うんですが、今なんか推しさんが過去に失敗したことだったりとか、自分が今取り組んでいることに対してここもっとこうしなきゃみたいな感じで自分自身追い込んでいることに対してなんですけど、もっと解放していこうねってことをここで言われてるんですよ。心をもっと自由に開放的にしていくといいよっていう推しさんへのアドバイスですね。今この推しさんっていうのはプレッシャーを跳ねのけて立ち上がろうとしてる、立ち上がろうというか、もっと進んでいこうとか、進みを早めていこうとか、自分の目標に向かって進んでいますし、花開く瞬間でもあるんですよ。だからこの近未来で結果が何か残せるでしょうって言ったのも多分ここにつながってくると思います。そしてここは信頼を深めていきたいってことも表しているカードなんですね。周りの人々との信頼関係を深めていきたいってことが出てきています。なのでやはりこちらの方で出てきたね、ファンであるあなたとのつながりをもっと深めていきたいとか、信頼を高めていきたい、がっちりした絆で結ばれていきたいってところがあるんじゃないかなというふうに感じました。はい、では推しさんからあなたへのメッセージもいただいたので、1番をお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。これからも応援してねっていうふうにメッセージが入ってきていました。イベントがあるかもしれないってことでね、楽しみにしていましょう。以上、1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は新シリーズとして推しシリーズをやっていこうと思います。推しの子というアニメを見て感化されました。正直に告白します。ということで推しシリーズっていうのを今度からやっていこうと思います。あなたにとって今推しはいますか？好きなアーティストさん、モデルさん、芸能人とか配信者さんとか、あなたにとっての憧れである存在、その方が今どんな状況なのかなってところを今回は第1回目として見ていこうと思います。もちろん憧れの人として見ていくので、ちょっとね遠い存在である浅い関係の恋愛でもご覧いただくことができます。まだ名前しか知らないあの人、連絡先知りたいなとか、なかなか距離が縮まらないあの人とどうなっていくのかなっていう風に見ていただいても構いません。今回はあなたと推しさんがどうなっていくのかではなくて、この推しさんがこの近況どのような運勢になっていくのか、または好きなものありますかとかっていうところを見ていこうと思います。はい、では
メインとしては推しさんという風に呼ばせていただきますが、浅い関係性でご覧いただいている方は言葉を置き換えてご覧いただけたらなと思います。ではタロットカード、今回すべて正位置で採用していきます。まずはこの推しさんの、活動面での、お顔というかね、どんな方なのかっていうところと、プライベートの面と2枚もらっていきます。そこにオラクルカードを足して、この推しさんのことをもらっていった後に、この推しさんの好きなこととか趣味とかっていうのももらっていこうかなと思います。あとね、エゴサしてるかどうかっていうのもね、もらっていこうかなと思います。ちょっとこれ1枚飛んでるんですけど、はい、これでもらっていきましょう。そしてオラクルも1枚もらっていきます。あ、出てきていますね。注意注意。ではめくっていきましょう。正位置でもらっていくので、ペンタクルページと、ワンドの6が入ってきています。はい、そうですね。この推しさんの活動面、プライベート面と、あとちょっと注意っていうのが入ってるので、ちょっと気になるかなっていうところがあります。今このお相手じゃない、推しさんにとって気になることとか気にしていることがあるみたい。後からね、エゴサしてますかどうかってところをもらっていこうかなと思うんですけど、なんか見た感じエゴサしてそうな気がするので、先にもらいましょうか。この推しさん、自分のことエゴサしてますか、してないですかって、それによってもちょっと変わってくるかなと思いますが、注意。エゴサしてますか、してませんか。今はまだそれを知る時ではありません。めちゃくちゃ警戒されているような気がしますね。なるほど。めちゃめちゃまだそれを教えられないよみたいなことを、言いたくないよみたいなことを言ってるんですよね。まだ知る時じゃないよっていう風に出てきてるので、どんな心境なのかちょっぴりだけね、タロットをもらっていこうかなと思います。エゴサしてるかどうかについて、はい、心境をください。カップの5番、なんか落ち込んでるのかなっていう感じ、なんかやっちゃったな、やらかしたなみたいな感じで感じてるんでしょうか。あまりこう言いたくないっていうことが出てきているので、でもね、エゴサしてるんじゃないかなっていう感じ。でもそこはつっついてほしくないみたい、今はね。がっかりしてるというか、エゴサして落ち込んでるっていう感じ。自分の嫌な情報、自分にとってね、嫌なことを見ちゃったっていう感じがしてきていますね。今情報過多になっていて、いろんな情報が溢れ返っているような状態なのかもしれない。なんだけどエゴサすることやめられないんだよなってところがあるんじゃないかな。これは推しさんとして見ていますのでね、恋愛関係っていうよりは今推しメインで見てるので、今なんかちょっと自分の評判についてあまりこう人に触れられたくないようなところがあるんじゃないかなっていうところがあります。そして表向きというか、この推しさんの活動されていることについてのどんな感じですかっていう風に聞くと、すごく誠実に取り組んでらっしゃる、めちゃくちゃ真面目だし、どんな活動されてるにしてもね、この人のお人柄っていうのをちゃんと皆さん伝わってるんじゃないかな。めちゃくちゃ真面目にやられているなって。どんな活動していてもね、めちゃくちゃ激しい音楽活動しているかもしれないし、はちゃめちゃなアートしてるかもしれないし、わからないけど、でもこの方のお人柄としてすごく誠実に物事に一生懸命取り組んでいる、自分の活動をちゃんとね、丁寧にやってますっていうところが入ってきてるので、それをもっともっとね、認めてほしいなっていうところもあるんじゃないかと思いますね。すごく努力家ですし、あとはね、活動云々とかっていうよりも、この方のお人柄自体がすごく落ち着いている方っていうのも入ってきます。
実年齢よりも落ち着いている方な気がします。性格的にね、落ち着いているんじゃないかな、大人っぽいんじゃないかなっていうのが入ってきていますね。例えばこの方がね、10代とか20代のアーティストさんとか、芸能人の方だとしても、もうちょっとね5歳ぐらい年上のような落ち着きが見えるとかっていう風にね言われてたりとかするかもしれません。勉強熱心、役者さんだとしても演技にすごくね熱心な方っていうのが入ってくるかな。役者じゃなくてアイドルだとしても今自分の活動について一生懸命やってますっていうところが入ってきています。でプライベートになっていくと結構勝ち気な方っていうのが入ってくるかなと思いますね。なんか自慢したいことあるんじゃないかな。例えばその活動関係なくプライベートで学生の頃に大会に出て優勝したことがあるとか、何か過去の栄光っていうのが入ってくるので、過去の栄光というかね、今の活動とはかけ離れたところで、表彰されたことがあるみたいな、それが今すごく自信になってるっていう感じもするんですね。プライベートです。充実されていると思いますね。プライベート、お仕事も一生懸命やっていますし、あと例えば得意なことがあると思います。活動とは関係ないことかもしれないけど、めちゃくちゃ得意なこと。例えばこの方がアイドルをやってるとしていて、なんだけど一方で例えば大型二輪の免許持っていたりとか、アイドルなんだけど空手の黒帯持っていたりとかみたいな感じで、活動とは関係ないかもしれないんだけど、昔これがすごく得意で全国何位だったとか、あとは趣味の幅で趣味がすごくプロ級みたいな感じで、アイドルなんだけどお料理の資格持っているみたいな感じで、すごく何か自分の特技っていうのがあるんだと思います。それを誇りにも思ってるし、自信にもなってるし、そして今現在のプライベートっていうのも充実してると思います。周りから慕われているので交流関係っていうのもすごくいい。だけどここがすごくね気になるんですよね。かなりなんか落ち込んでいたりとか、それがそのスマホから入ってくる情報っていうのが入ってくるので、それを見てがっかりしていたりとか、だけどがっかりしてるよねっていう風に言われるのがあんまり好きじゃない、エゴサしてるのっていう風に聞かれるのがあんまり好きじゃないっていうのが入ってきています。では推しさんの活動と、あとプライベートとお顔を見ていったので、好きなものとか好きなことを見ていきましょう。ちょっと推しさんのプライベートに入っていこうと思います。何枚かもらっていきましょう。ワンドのキングさんと、もう1枚もらっていきます。もう1枚はジャスティスです。そしてあとは、ルノルマンとオラクルからもらっていきます。なんだろう、この推しさんってジム通いとかボディメイクとかスタイル維持のためにすごく気を使われているんじゃないかなと思いました。それは自分がいつもね、人前に立つ以上は綺麗であるべきみたいな考え方があるんだと思います。今ねすごく入ってくるのが手足かな。あとはご自身が使ってらっしゃるもの、それは活動なのか、活動かな、趣味かな、手に持って使っている道具だったりとかがあるんじゃないかなと思いました。でなければ、道具でなければご自身の手足ですね、手足の長さを生かしていたりとか、手を使うお仕事、活動だったりとかっていうようなのが入ってきます。絵を描くとか楽器とかっていうのもそうなんですけど、それ以外にも何か道具を使っているのか、または手足なのか、体を磨かれているのかっていうところが入ってきています。そして好きなこと、もの、そしてオラクルもらっていきましょう。なんかね、好きな食べ物とかももらっていきたかったんですけど、好きな食べ物は母の味っていう
感じがします。外食よりも母の味そう、もしインタビューとかで好きな味なんですか、好きな料理なんですかって聞かれると、自分の母親がね昔作ってくれたあの料理が好きなんですよみたいな感じで答えてるんじゃないかなと思います。もしくはご自身で自炊されているっていう場合もあるんじゃないかな。お店で出される料理とか、一般的な外食でね出てくるようなメニューよりも今ね自炊ハマってるんですよみたいな感じで答えてらっしゃるような気がします。お金、仕事っていうのが入ってきますね。エゴサしまくりじゃねとかっていうのが入ってくるんですけど、そうですね、お金、仕事っていうのがワードで入ってきているので、この方すごくね仕事人間っていうのが入ってきます。生活大多数をお仕事で占めているでしょうし、もちろんね自分のエゴサだけじゃなくていろんな情報を集めていると思いますよ。その活用されていると思います。パソコンだったりスマホを使いながらも、もちろんねエゴサだけじゃなくてお仕事として使われているでしょうし、だから配信していたりとかパソコンを使ってね、ゲーム配信、ゲーム実況とか、あとは本当にねモデルさんとかなんだけどブログやられていたりとかインスタとかでね活躍されているっていう方もいるでしょうし、本当に今の時代に沿ったような活動の仕方をされていると思います。たとえこれが画家さんだったとしても、アーティストさん、音楽家だったとしても SNS をすごくね使われていて上手にね使われていると思います。その反面、その反響で SNS にとらわれてしまっているのかなっていうところもありますね。好きな料理は自炊もしくは母の味っていう感じもしてきます。そして海鮮料理っていうところもありますし、果物が好きっていうのも入ってきています。食べ物としてはそういう感じでしょうかね。はい。あとは、星空が好きとかっていうのもあるんじゃないでしょうか。星座が好きとかプラネタリウムが好きとかねっていうのもあると思います。音楽、好きな音楽をもしあげてって言われるとしたら、ポップミュージックが好きなんじゃないかな。ちょっと心躍るような明るい曲が好きなんじゃないかと思います。バラードっていうよりはどちらかというと心が躍るようなビートを打つような音楽が好きなんじゃないかと思いますね。その他にもいろいろと、もらっていきましょう。プライベートにまでお仕事が関わってくるような感じがするので、どんなものが好きってなると今仕事が一番好きっていう感じがします。すごくね仕事に対して意欲的ですし、自分の活動に自信があるとか、っていうところもあると思いますよ。これって自分はこの道がいいっていう風にねちゃんとはっきりされていると思いますし、あとは結果待ちの方もいるのかなと思いました。この推しさん、今自分が活動していること、例えばコンクールとか何かに自分の作品を出していてその結果を待っていたりとか、例えばね新曲出して今そのチャート何位になるかってところの結果待ちだったりとか、あとは何かイベントだったりライブ開催しようとしていて、であとはそれに対してね集客が集まるかどうかっていう結果を待っているよっていうね、何かを待っている、お知らせを待っているよっていう感じも入ってきていますね。早くいいお知らせ来ないかなっていう感じで、あとは自分がこれから花開くのを待っているっていうね推しさんもいらっしゃるでしょうし、自分の意欲に見合っただけの結果が欲しいなっていう風に感じてらっしゃるのかなと思います。はい。そしていろんなところで充実を345って並んでる数字が、はいということを発見しました。並んでるのが好きなんじゃないんですか。綺麗な並びが好きっていうのが入ってくるので、歯並びがいいとか、まんまなんですけど歯並びがいいとか、あとは手の形が綺麗、その手足っていうのが入ってくるので、爪の形だったりとか、その形がすごく揃っていて綺麗っていうのが入ってくるんですね。もしかしたら順位とか順序とか数字とかそういうところを結構気にされている、めちゃくちゃねプライベートのこと聞こうと思ってるんですけど、仕事の方がすごく今割合強いよっていう風に入ってくるので、何かね数字を気にしてるかもしれない。フォロワー数なのかね、チャートの順位なのか、売上的なものなのか、お金っていうのも入ってくるので、
売り上げってこともね気にされているのかなっていうのが入ってきます。順位かな、入ってきますね。自分の進む道が正しいのかどうか、合ってるのかどうか、このやり方でいいのかどうかっていうのを数字として受け取りたいっていうのが数字として入ってくるんだったら安心できるってところがあるんだと思います。でも数字だけじゃ見えないところ、人からの評価ってところをめちゃくちゃ気にしてるところがあるんですよね。例えばこの推しさんの活動についてどうなのっていう風な一言を見るだけでもすごく落ち込んでしまうところがあるんだけど、そういうナイーブなところはあんまり見せたくないなっていうところはあります。そして健康状態がどうかな、めちゃくちゃタフだっていう場合の推しさんもいらっしゃいますし、体調どこかね一箇所だけ気にされているところがあるんじゃないかな、それをカバーしながら活動されている方がいるんじゃないかと思います。例えばね、胃痛持ち、胃が弱いんだけどっていうところがありながらも活動されているとかっていう方もいるんじゃないかなと思いました。はい、そのあたりでしょうか。服装的にはあまり性別問わずのような、男女ともに着れるようなお洋服を着てらっしゃるのか、どちらかというと華やかなお洋服を着てるのかなというふうに感じます。はい、好きな季節は夏なんじゃないかなと思いました。春から夏にかけてが好き、特に真夏が好きなのかな、夏の初めなのか花火が好きなのかね、夏に携わるようなイベントが好きなんじゃないかというふうに入ってきています。はい、こんなところで終わっていこうと思うんですが、なんかちょっとねエゴサして気にしてる自分を見せたくないっていうところが入ってくるので、そのあたりちょっと気になるんですが、プライベートもねお友達たくさんいて充実されているんじゃないかということで、今度からケルト十字を使ってこの推しさんの近い未来の運勢っていうのを見ていこうと思います。はい、ということで1回カードをここに重ねさせていただいて、このタロットカードすでにシャッフルしてあります。そして今回すべて正位置採用なので正位置で、スプレッド展開していきます。で今回は推しさんであれ、浅い関係性の恋愛対象の方であれ、恋愛絡めて見ていません。この方の特にこの2番の方は恋愛要素っていうのが少なめで入ってきてるので、浅い関係でご覧になっている方だとしても、このお相手の方っていうのは今仕事熱心、今自分のお仕事とかお金お仕事っていうのが出てきてるので、この辺りかなのことで今すごく頭がいっぱいだよっていう感じがしてきます。では見ていきましょう。はい、ワンドの4番、ペンタクルナイト、はい、カップの9、そしてここですね、ハーミット、はい、そしてこっちがフール、ワンドの9、待ってくださいね、一回動かしますね。ちょっとカードを重ねてごめんなさいというところですが、ワンドの9、そしてスター、はい、めちゃくちゃね活動したい、活躍したいっていうね思いが強いですね。ペンタクル3番、そして最後がソードの9で、はい、このように入ってきています。そしてこの推しさんの、対策としてバックカードもらっていきます。ワンドの7入っています。めちゃくちゃ自分がこれからね活動するにあたって大きく活躍したい、成果残したいっていうところがすごく強く入ってきています。このね活動者さん、推しさんですね。そして今現在すごく落ち着いていますし、物事も捉えられてはいるんですが、周りの環境がいかんせんタワーが出ているので、この推しさんに対して何かしらの試練が周りから与えられている。それがねさっき言った
そのエゴサのところにつながってくるのかもしれないけど、周囲の状況としては推しさん的には少し厳しいかな、苦しいかなっていうところが入っています。何かショックを受けるようなことがあったのかもしれない。自分にとって悪いニュースが入ってきた。それで落ち込んでいる。エゴサのところに通じているんですよね。自分にとってのあまり嬉しくないような書き込みだったりとか、 SNS 上でそういうことを目にしたんだよっていうところがここで入ってきています。風当たりが少し厳しいのかなっていうところが今現在ねあります。もしくは自分の思ったように進んでいかないことに対して焦っていたりするのかもしれません。頭の中では自分の願いが叶ったらいいなっていう風に強くね感じてるんですよ。願い叶えていきたいんだよっていうお気持ちすごくあるんですね。めちゃくちゃあるんですよ。上昇気候、自分が人気者でありたいし、そう叶えていきたい強い思いっていうのもある。名声を手にしたいってこともそうかもしれないですけど、願いを叶えたいっていうすっごいね大きな願い思いっていうのがあります。そのために努力もされているでしょうし、惜しみない時間を使われていると思います。自由にね自分のやりたいように自分の活動 しやすいようにね今までやってこられたんじゃないかなと思ってるんですよね。今まで歩みがねあったんじゃないかと思うんですが、心の中っていうのはちょっとね自分の心の中と対話しているような状態なので、周りの目をちょっと気にしているところもあります。このような衝撃を少しね避けながら歩いていきたいなっていう、ちょっとね衝撃に対して立ち向かっていくぞっていうような状況ではなくて、周りの人たちから離れたいなっていうところが出てきています。ちょっとね恐れているかなっていうところがありますね。成功したいって思いが強くあるのにかかわらず、内心はちょっとね怯えているところがあるんじゃないかと思います。不安っていう感じもするし、そうですね、今自分の心を癒しているのかもしれないし、いい策を考えているところでもあるのかもしれない。ちょっと一人になりたいなっていう気持ちも心の中であるので、さあっていうところもあります。そして未来ね見ていきましょう。もう未来めちゃくちゃここ心配しすぎだよっていう風に出てくるので、もしかしたらねここを引きずっているのかなと思います。さっき言った周りからの評価のエゴサっていうところもね関わってくるかもしれないんですが、風当たりが強いことだったり、周りからの評判に対してめちゃくちゃ思い悩んでいるカードが結果として入ってきているので、このままだとこの推しさんっていうのは自分で自分を責めてしまったりとか、必要以上に周りのことを気にしすぎてしまっていて落ち込んじゃうよっていうところが入ってきています。そうならないためにも、もっとこの推しさんがね自分に自信をつけていく必要があるよっていう対策のカードが入ってきています。立ち向かっていくことっていうのがありますね。諦めないことだよって、どんなに不利な状況になったとしても、ご自身の信念、自分がこういう風にしてやっていきたい、こういう活動をしていきたいとか、自分の夢、最終的な目標に対して諦めないでねっていう対策が入ってくるので、もう泣いてしまって眠れない、どうしよう、もう無理かもしれないと思うことに対しても試練を切り抜けていく、諦めない気持ち持ってねっていう風に出てきています。このままだとめちゃくちゃ周りを気にしてしまっていて、思うように活動できなくなっていくっていう風に出てきているんですね。変化を恐れています。叶えたい目標があっても周りを気にしてしまっていて、それ以上自分が動けない、もし自分が下手に動いてまた荒れたらどうしようとか、そういうところを感じているのかなっていうところは出てきています。でも願いがすごくね大きいので、ぜひとも叶えていただきたいっていうところはあります。そしてやはりそのためにはこの推しさんが誠実な態度、誠実な対応をとっていくことっていうのがアドバイスとして入っています。そして周りの人を味方につけていくといいんじゃないかなっていうアドバイスも入っていますね。みんなと協力して一つのことを叶えていこう、チームワークっていうところも入ってきますし、まだまだこれからね自分の活動のことについてもっと
知識を積んでいくというかね、経験を積んでいくところでもあるよっていう風に出てきています。そうですね、どっちもねペンタクルで入ってくるので、現実的に安全性安定を求めながら忍耐を持ってやっていきましょうっていうところでしょうか。堅実にやっていこうねっていう、粘り強くやっぱりね諦めずに取り組んでいきましょう。がっかりすることなくね、落ち込むことなく諦めずにやっていくと、また結果も変わっていくよっていうアドバイスが、力強いアドバイスがね入ってきていますので、今この現状を切り抜けるために少しずつでいいからやっていきましょうっていう推しさんへのアドバイスが入っていました。はい、このように入ってますが、すごく大きな目標があるんでしょうね。例えば世界進出したいなとかね、大きなデビューを飾りたいとか、そうですね、何かこの推しさんにとってすごく大きな目標があるんだと思います。例えば自分で出版した本が100万部売れたいなとかね、何かしらの活動において大きな成績を残したいなっていうところがあるんだと思いますね。では最後にね、この推しさんからファンであるあなたについて一言もらいましょう。ファンの方々へね、どんな応援をしてほしいのかっていうところももらっていこうと思います。はい、1枚、結婚のワードが入ってきています。推しさん、結婚のワード、ここで愛のカードが1枚入ってきました。気になるのでオラクルもう1枚もらっていきましょうか。クロスのカード、何でしょう。結婚されるんでしょうか。ご結婚でしょうか。しかし自分を優先する、そしてタロットからももらっていきます。もし結婚っていうワードも入ってくるんですけど、なんかね、熱愛報道が出るとか結婚っていう場合もあるんですけど、でもなんかこうさっきの運勢を見た限りだと、恋愛的要素が入ってきていないので、もしかしたら結婚じゃなくて、ファンの前で何か誓いを立てるだったりとか、会見を開く、何かを発表するってこともあるのかなと思います。それには自分を優先させるっていうのが入ってるので、自分はこれからこういう活動をしていきたいんですってことを伝えることなのかもしれないし、ワンドの8、急展開に物事が、進んでいくっていうのがあるので、急遽発表されることだったりとか、サプライズ的にね、何かの、お知らせがあるんじゃないかなっていう風に言ってますね。ファンの方々に対してデビル、自分のやりたいことっていうのを強く押し出していくんじゃないかなと思います。ワンドのナイト、はい、そうですね。自分が情熱傾けていることを、こうですよっていう風に何か正式な発表を行うような場合もあります。もちろんね、恋愛的要素で言ったら電撃結婚ってことも入ってくるんですけど、でも結婚、さっきのねところだとワンドの4番が現状であったので、もしかしたらねパートナーがいるよっていう推しさんもいるかもしれないんですが、それが公になるのか、なんかね、熱愛報道を気にされているのかもしれないし、実はパートナーがいるんだけど、自分の夢に向かって夢とパートナーの間で、悩んでいる近未来っていう風に読むこともできるんですが、そうだな、
結婚でなければもうみんなの前で何か発表するんでしょうね。お知らせしますよってことが出てきています。それはこの推しさんが考えていることっていうのを全面的に出していくと思います。今まで考えていたことがあって、こういうことをやっていこうと思います。こういう活動をしていきます。新しくこれを始めようと思います。そのようなワードで何かしらのお知らせが入ってくるんじゃないかなと思いました。はい、それは急激にやってくる。そしてそうですね、それをお祝いしてほしい、祝福して受け入れてほしいなっていうところが入ってきています。ただそこにはこの推しさんのね、自分の信念っていうものがしっかり入っていますので、周り、例えば事務所とかね、周りの環境の風当たりが強かったとしても、自分はこういうふうにやっていくんですっていう自分のスタイルを曲げません、こういうふうにやっていきますっていうようなお知らせかもしれないし、はたまたね、新しいことに挑戦していくんですっていうことかもしれません。今まで頑張ってきたことをさらに頑張りますよってことを言うのかもしれませんね。あとは音楽活動されている方とかであれば、ライブ決定しましたとかっていうこともあるかもしれません。ツアーありますよとかね、追加公演ありますよってことかもしれないし、フェスありますとかね。あとはやはり身体機能っていうのも入ってきますので、先ほど言った手足のこととか、あと体作りっていうのも入ってくるかなと思います。はい、何かしらのお知らせがあるでしょうっていうのが入ってきました。ということで、あとはこちらのお選びいただいたオラクルカード、これからも推しさんからのメッセージをもらっていこうと思います。このカードは愛に応えますっていうカードですね。ファンからの熱烈な愛に応えていきますよっていう熱心なファンがいるのかもしれませんね。そうでなければファン全員とっても大事ですって、あなたの愛に応えますで、自分自身の今取り組まれている活動を熱心に取り組んでいきますので、これからもよろしくお願いしますっていうのが入ってきていますね。自分のやりたいことに従ってこれから活動していきますよっていうのが書かれているカードなんですね。自分の意思に従って動いていくよって。そしてさっき見たこのスプレッドで見たところで、過去のところにフールのカードが出ていたので、この推しさんっていうのはもともと自分はこういう生き方をしたいんだっていうのがちゃんとある方で、それに従って動いている。それはずっと変わらない。だけど今は風当たりがちょっと厳しいのかな。そして大きな目標に向かって熱心に取り組んでいるんじゃないかなっていうところが見えてきました。はい、そしてファンの方の愛っていうのはちゃんと受け取るし大切にしていくから、これからもよろしくねっていうのが言われています。何かしらの発表があるのかもしれませんね。はい、でもそれをみんなで囲いながらお祝いしてほしい。もしかしたらね、ライブ活動でみんなが集まってほしいってことかもしれません。結婚っていうワードが出てるんですが、今回テーマとして推しさんの活動っていうのを見てるので、もちろんね、プライベートで結婚っていうのも出てくる可能性はあるんですが、その可能性よりもどちらかというと人前で何かを発表するので、それをみんなで見てほしいとか、人が集まってほしいとか、そういうところに私は注目しています。はい、ではこちらも参考にしてください。今回は推しシリーズということで、あなたが今推している方、憧れている方、もしくは浅い関係性の恋愛の相手としてこの方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は新シリーズとして推しさんについて見ていこうと思います。推しの子というアニメを見まして感化されております。はい、ということで、推しさん皆さんいらっしゃいますか？私の推しはこの人です、ファンなんですとか、好きなアーティストさん、憧れの人など皆さんいらっしゃるでしょうか？今回は推しシリーズとしてその方の活動、どのような運勢なのかっていうのをまず第1回目に見ていこうと思います。そしてね、エゴサしてますかっていうところもね、答えてもらおうかなと思います。ということで今回はお楽しみいただけたらなと思います。もちろんこれはこの憧れの存在というふうにも
ありますので、浅い関係の人でもご覧いただくことができます。メインとしては推しさんっていう風に呼ばせていただきますので、もう憧れ的な存在とか、ちょっと遠くてこれから仲良くなりたいなっていう浅い恋愛でご覧いただいている方は、ちょっと推しさんっていうね言葉使ってしまうんですが、言葉を置き換えてご覧いただけたらなと思います。この活動者さんっていうのをメインで見ていきますので、よろしくお願いします。それではまずこの活動者さんね、推しさんのまずその活動している時のこの推しさんの様子とプライベートの様子もらっていきます。飛び出してきたのが結婚っていうワードが入ってきてますね。で、今回推しさんなので、どうかな、いきなり結婚みたいなね、みたいなね感じもするんですけど、流れに身を任せるっていうカード2枚とも入ってきています。これでもね、結婚っていうワードだけにとどまらず、活動者さんとして見ていますので、メインとしてはね見ていますので、少しね慎重に読んでいきましょう。今自然の流れに身を任せている状態だよっていうことと、気持ち的にはみんなから注目を集めたいのか、祝福してほしいのか、ね、何か人前に立ってますよって、しかもお祝いの場ですよって、お祝いしてほしいってことも出てきているのかもしれません。もう少しカードを展開して見ていきましょう。そして、今回タロットカードすべて正位置で採用していきます。何か会見をするとかね、そういうことも入ってくるかもしれませんね。展開して見ていきたいと思います。まずこっちが活動している時の推しさんの様子、こっちがプライベートです。プライベートエンペラーですね。はい、もしかしたらこの結婚っていうのはプライベート寄りなのかもしれませんね。そしてしかしこっちカップの2番が入ってるので、パートナーシップを結んで活動されているのかな。例えばグループ活動をしているとか、個人じゃなくてグループとして活動されているのかな。誰か仲いい人とねコラボされているのかな。最近コラボしたのかなっていう感じ。それがすごく人気になってるような気もしますし、もともと2人組で活動しているのかなっていうのが入ってきます。この推しさんの活動的に今素敵な相棒というかね、仕事仲間として信頼を受ける方がいるよって、それが同じグループの中の人なのか、もしくはソロで活動していたとしてもコラボみたいな感じでね、そのユニットみたいな感じで期間限定の活動をされているのかもしれません。ちょっとねプライベートでもあるし、プライベート寄りでもあるし、仕事寄りでもあるので、プライベートもねすごく充実されていて、ちょっと待ってくださいね。もう1枚カード出していきましょう。プライベートでもうちょっと教えてください。1枚もらっていきます。ラバーズか。ラバーズが出てきているので、これプライベート充実されているんじゃないかな。プライベートと仕事がリンクしているっていう活動者さんもいるかもしれません。ここもねやっぱりね2人揃って出てきているので、なんかね漫才師みたいですよね。マイクの前に2人立っているので、一緒に配信しているとか活動されている方がいるとかね、コラボ曲出したとかっていう感じもするんですけど、これ今ねプライベートで出してきているので、もしかしたらプライベートでもねいつも一緒にいる仲のいい人がいるのかもしれません。その方に支えてもらっている、もしくはその方とそうだな、結構長いことお知り合いなんじゃないかなっていう感じもしますし、また新たな挑戦を自分で今していこうっていうところにもいますので、そうですね、ちょっとね
恋愛的要素も拭えないんですが、活動で見ていきたいので、活動で見るとするんだったらプライベートも仕事も、今例えばね、仕事で同じグループの人とプライベートも、例えば家が近いとか同じマンションに住んでるとか、めちゃくちゃ家族のように仲良くやってるんじゃないかなっていう感じがします。そしてしかもそれが調和取れていて、すごく仲良くね充実しているってところもあります。活動に関しては流れに身を任せているってところがあるので、そのあたりは深く後で掘り下げていこうかなと思っています。ではまずこの推しさんの今ハマっていることとか好きな食べ物とか、そのあたりももらっていこうと思います。ラバーズと結婚が出てくるとね、私の推し結婚しちゃうのとか思うかもしれませんね。どうでしょう。もう少し深掘りしていきましょう。何も恋愛に限ったことではないので、人前で発表することっていうのも入ってくるでしょうし、注目を集めることっていうのも出てくると思いますので、しかしプライベートな面でもリーダー的存在とか、約束もちゃんと守ってくれる方っていうのが入ってきますね。安心感を与えてくれるような方なんじゃないかと。はい、お金、お仕事のカードが入ってきている。好きなものとかね、趣味とかで聞いているんですが、お仕事とか収入とかっていうのが入ってくるので、かなりプライベートと仕事が一緒になっている感じがするんですよね。かなり融合されているっていうかね、愛すべき人っていうのも入ってくる。仕事も、そしてやはりね、ラバーズも入ってるので、愛すべき人、なんかね、大事なパートナーがいるっていうような感じもするんですね。しかしそこだけにとどまらず、いろんな方向から見ていこうと思います。ペンタクル8、お仕事大好きっていう感じもしますし、カップのキング、めちゃくちゃ優しい人ですよね。愛情深い方っていうのも入ってきますし、愛情を確認するのが好きだと思いますので、後から見ていくんですけどね、エゴサするかどうかってことを見ていくんですけど、どれだけ自分がファンの方に慕われているのかとかっていうのも感じやすいんじゃないかなっていうところもあります。かなりプライベートと仕事っていうのが一緒になっている感じがするので、連動しているんですよね。仕事のパートナーがプライベートでも仲いい人っていう感じもしてくるので、一緒に住んでいるとかねっていう感じもしてくるので、愛情とか人の気持ち、思いやる気持ちっていうのも大切にしていますでしょうし、あと体を動かすような活動をされているのかもしれません。好きなこと何ですかっていう風に聞くと、仕事だよっていう風に出てくるので、お仕事を熱心にやられていると思いますし、今活動の中心としてお金、そして人のお気持ちってところが両方入ってきています。どちらも大事だよってところがありますね。仕事だけやってればいいとか、お金があればいいとかじゃなくて、ちゃんとね仕事して、そこに、自分のねファン層があればいいなとか、支持してくれる人がちゃんといると安心できるなっていうところもあります。そして努力型っていう感じがするので、力持ちっていう感じがします。男性女性関係なく体を鍛えているとかね、女性でもその田中みな実さんとかみたいに、ローラさんとかみたいに体を鍛えているのかもしれません。華奢なんだけど鍛えてるなとか、食生活気遣ってるんだろうなっていうようなライフスタイル、人から支持されるような、憧れられるような、この方みたいな中村アンさんのような体型になりたいとか、よくそのアンケートとかで上位を占めるような方なのかもしれません。
自分磨きを怠らず、そして仕事熱心に自分の創作活動を続けてらっしゃるっていうのが入ってくるので、趣味とかプライベートのこと聞こうと思ってもどうしてもね仕事面っていうところが入ってきています。非常にロマンチストであり誠実な方っていうのが入ってきていますね。はい、そして体力もあるでしょう。ただ気分に少しムラがあるのかもしれません。そうですね。あと活動にも波があるかもしれない。活動者として見てるので、定期的に例えば頻度がいつも定期的、ペースよく何か活動されてるというよりは、イベントごとに活動されるような大きなイベントもあるでしょうし、何ヶ月かお休みが空いてからライブしたりとか、そのような感じがしてる。目立った活動としてはね波があるかもしれません。例えば2ヶ月に1回曲を出すとかじゃなくて、ちょっと時間が空いて曲を出したりとかライブをしたりとか、配信活動は行ってるんだけど曲を出す間隔が空いていたりとか、ライブは年に1回とかだと思えば、違う人のライブに参加したりフェスには参加したりとかっていうような感じで、その年によって活動の幅があるのかもしれません。そうですね。気分にムラがあるっていうよりは活動に一定性がないのかもしれません。そのような活動をしているのかも。例えば毎週月水金に活動しますとかじゃなくて、そうですね、1ヶ月に1回活動する時もあれば、1ヶ月に2回ライブに出たりとか作品を作ったりする時もあるっていうような感じですね。めちゃくちゃロマンチックな方っていうのが入ってきます。活動としてもロマンチックな活動、例えばね曲を作るにしてもラブソング作るのが得意だったりとかするのかもしれません。そうですね、ファンをとても大事にするっていうところがあります。ファンだけじゃなくて人のつながりっていうのを大切にするんじゃないかと思いますね。あと好きな食べ物とかで見るとするんだったら、この方なんか特にこの好きな食べ物って時によって変わるんじゃないかなと思うんですよ。今年はこれでも去年はこれみたいな感じで、今ハマってるのはこれなんですみたいなことを言うんですけど、ちょっとこれ一回しまいますね、質問する前なので。例えば今パンケーキ好きなんですよとか言ってて、あれでもそういえば1年ぐらい前の雑誌のインタビューでお寿司にハマってるって言ってたよなみたいな感じで、その時によってもしかしたら食べ物とか変わってくるかもしれません。今体を鍛えてるのでこれこれを食べていますとかと思えば、また違う時には今これハマってるんですよねみたいな感じで違うかもしれません。あとはお菓子が好きでスイーツが好きでっていうのは公言してるんだけど、今体作りのためにスイーツ控えてますとかスイーツ解禁しましたとか、そういう感じかもしれません。私服は割とシンプルなんじゃないかなと思います。そこまで柄物とか着ないような感じもします。柄ではないですね。シンプルなお洋服を好むんじゃないかと思います。ではこの方エゴサしてますかってところでもらっていきましょう。エゴサしてますか？いやしてないよって、エゴサはしないよっていう風に出てきています。ではこの結婚とかっていうところ少し気になる。いやでもお仕事もねカップの2番なので、仕事もね恋愛もね、相棒的存在が必ず並んでるんですよね。このように並んでるんですよ。ここについて何か一言ください。イエス。はあ、なるほど。仕事とプライベートが一緒だよっていう風に出てきているので、やはり活動されている方で、ソロっていうよりはグループかもしくは団体に所属しているとかね、基本ソロ活動なんだけど大きな事務所に入っていて、例えばねその同じ事務所の中の他の活動者さんと一緒にコラボする時があるみたいなね、定期的になんかグループ組んでるとかっていう感じかも。その方とプライベートもめちゃくちゃ仲良しみたいな、もう家族同然みたいな感じで、もう公認の仲だよねみたいな感じの、いう風にファンから思われているような可能性があるかなと思いました。
はい、でエゴサはしていないと。特に、SNS で自分のね言動についてファンがどう思っているのかとか、ね、例えば酷評されているとか好評だとか、そういうところには自分は左右されない、見ない、もしかしたらね見ないようにしているのかもしれませんね。はい、このように出てきたので、この推しさんについてのことを見ていきました。では少しねカードをまとめさせていただいて、はい、この推しさんの運勢を見ていきます。近未来の運勢ですね。それはこちらのタロットカードからもらっていきます。シャッフルしてあります。正位置に戻してケルト十字で展開していきます。推しさんの活動ですよ。プライベートじゃなくて、この活動がうまくいくのかどうか、今後どのような流れになるのかっていうところをもらっていきます。これちょっと待ってくださいね。これがまず飛び出してきてるのがバンドの3、そして、カップの2番が入ってきていて、あと次いきますね。あくまでも活動として見ていきたいので、例えば浅い恋愛で今ご覧になっている方っていうのも、さっき例えばラバーズとか、結婚っていうカードが出てきてはいるんですが、必ずしも恋人いるんだとか結婚するんだとかっていう風に決めつけないでくださいね。あくまでもね、今私の頭の中では恋愛ちょっと置いて、この方の活動をメインに見ているので、どちらかというと浅い関係性の方でもこの方のお仕事関係でパートナーがいるんじゃないかなっていう風に感じています。はい、そして見ていきましょう。結婚って出たから結婚するんだとか、そういう風にはね感じないでくださいね。そういう時だからこそ慎重に読んでいきましょう。これがね、例えば恋愛メインのね、リーディングだったらわーっていう風になるかもしれないんですけど、例えばあなたとお相手の恋愛関係とかで見てるんだったら、そのまま恋愛関係として読み取っていきたいんですけど、別にラバーズのカードは恋愛だけではないので、はい、ではどんどんともらっていきましょう。そして対策のカード、バックカードもらっていきます。ペンタクル10です。そして全部正位置採用なので正位置に直してもらっていきます。ということでちょっとねカード重なってしまってごめんなさい。ここから出てくるのは、この推しさんの活動っていうのが、この推しさんの近い未来、結果的にこの推しさんにしか成し遂げられないものを成し遂げていくでしょう。イエスマザースターのカードが入っているので、かなり独創的でユニークなこの推しさんの活動内容がね、もしかしたら他とね全く違うようなこの方のオリジナリティっていうのが発揮されるのかもしれません。結果としてはすごくいい結果、活動結果になっていくでしょうっていうのが入ってきています。太陽も入ってますのでね、周りの協力もすごくあります。この方を持ち上げてくれるような存在の方々がいるんじゃないかな。勝利へと導いてくれるような、応援してくれるとか、ファンの方が温かいとかね、そういうのもあると思います。で、今の現状としてもこれから先のことをすごく考えていますし、自分のより良くしていくためにね、活動をより良くしていくためにこうしていこう、ああしていこうっていうのがちゃんと見えているんじゃないかなって、先が見えているってところですね、もあると思います。ただ心の中は不安がありますね。状況的に厳しいのかなっていうのを本人が感じています。環境のことですね。そして頭の中っていうのはとても穏やかなので、今その表向き見えている推しさんと本当の本心っていうところ、本人も感じていないかもしれないんですが、恐れとして現れています。自分の人気がなくなったらどうしようってところも感じてるかも。で、さっきお仕事、お金のカードが入っていたので、収入がなくなったらとか、減ったらどうしようとか、出費が増えたらどうしようとか、あとはお仕事がなくなったらどうしようってところを実はね、不安に感じているところがあるかもしれません。そしてやはり自分の立場ってところを確立しておきたいっていうお気持ちがあるから、そこからね、王座の座を
崩したくないというかね、自分が築いてきたものを崩したくないっていう恐れがあるんですよね。なぜかというと、もしかしたらそのグループ活動をしている方とのここですね、ここが鍵となってきますね。この方との活動がどうなっていくのかってところにもよって変わってくるんじゃないかなと思います。はい。なかなか自由が利かなかったみたいなことが言われているんですが、そこから今抜け出して新しいやり方を見つけたとか、これから先について考えがまとまったっていう現在です。これからそうですね、事業拡大みたいな、誰かと一緒に、もちろんそのグループかな、と一緒にねやる方法を見つけたんだとか、もっといい方法を見つけたのかもしれませんね。この推しさん自体がリーダーシップをとって進めていってるのかもしれません。でこれから先の未来っていうのがここですね。もしかしたらグループを抜けるのか抜けないのかってところを本人がそういう岐路に立つのかもしれないですね。もしかしたらグループの中でもこの推しさんだけが目立っているっていう可能性もあるんですけど、ただでもね、一番最初に出したカードで不調和っていうのは出ていなかったので、どちらかというと喜ばしいことなんですよね。そこから一人抜けていくのかね、頭一つ抜けている状態なのでソロ活動に行くのか、グループ活動をしながらソロのお仕事が増えていくのかもしれません。そのためのなんか先見の明みたいな感じで、もうすでにその先が見えているよっていう現状なので、ここね、グループでやっていくのかやっていかないのかってところが鍵となってくると思うんですね。ただすごく先が明るい、もしかしたらソロ活動をしてすごく成功を収めるような可能性がある、グループでもし活動されているのであればね、そして一時的なコラボ活動をしているのであれば、そのコラボ活動がうまくいってソロでもうまくいくんじゃないかなっていうのもあります。そして一時的なこのコラボが解散したとしても、その後もソロとしてずっと活躍していけるというか、もっともっと先発展していけるよっていう風に出てきているのでいいんじゃないかと。対策のところにペンタクル10があるので、今まで経験してきたこと、培ってきたことを大切にしてそれを生かしていってねっていう風に出てきているんですよ。今まで取り組んできた団体で取り組んできたこと、所属していた事務所だったりとか、人とのつながりっていうのを大切にしていってねって、そこで培ってきた経験とか実力とかね、その経験値っていうのを生かしていくことが大切だよ。それがあればこれからもっともっと生かしてね、あなたの推しさんのエネルギーが活発的になっていって成功を収めていくよっていう風に出てきています。はい、鍵となるのはこのグループ活動だったり、その仕事仲間っていうところでしょうか。ただ全体的にめちゃくちゃカードがいいので、何をすごく不安に思ってるのかな、本心ね、ここね困ってることあるのかなって、もしかしたらちょっと前まで自由が利かなかったとか、自分の思い通りに表現できなかった制限がかかっていたことに対して、今でもトラウマとしてあの頃には戻りたくないなとか、またああいう風になったらどうしようとか、自分の自由にね表現できなくなったらどうしようっていうトラウマがあるのかもしれません。だけどそのトラウマを跳ね返すほどこの先めちゃくちゃ光り輝いていくので、この推しさんの活躍すごく期待ですね。みんなを照らしてくれるような大きな活躍ができるでしょうっていう風に入っていますね。間違ってない、その方向でいいよっていう風に入ってきています。なんかね、2つの道を歩んでいく可能性もありますね。団体として活動していくのか、プラス個人として活動していくのかっていうところで、この、推しさんの、未来が入ってきています。表面上すごくね団体としてうまくやってますよっていう、自分の思う通りにねクリエイティブしてますよっていう風に出てきているので、なんかねトラウマを隠してね、表面上誰からもわからないように、悟られないようにこの方活動されているかもしれません。
でも本心って不安に思ってること通りに未来がなっていかないですし、むしろすっごく良くなって発展していくので、推しさんにとってはすごくいいですね。では最後に推しさんからファンの方々へ、あなたへ一言メッセージをもらっていきましょう。どんな応援をしてほしいのかっていうところもね、もらっていこうと思います。応援してる身としてはね、この推しさんが大活躍するっていう風に、もしかしたら大抜擢とかっていうのもあるかもしれないので、あとは独立っていうのもあるかもしれないですね。何か発表するよとか、公認の例えばものですね、みんなが知っている、だから所属している事務所だったりとかグループ活動だったりとか、そこから抜けていく可能性もあるかもしれません。いずれにしろ、この方の活躍あるでしょう。はい、自分を知る、この推しさんのことをよく見てほしいなっていうお気持ちがありますね。それを伝えたいんだよっていうことですね。日々変わっていくんですよ、この推しさんっていうのが。その他のカードでも出てきているんですが、変化し続けていくんですね。成長とともに変化しています。だからその都度その都度見逃すことなくチェックしておいてねっていうのも入ってきています。推しさんの気持ち、気持ちだけじゃなくて、外見ももしかしたらコロコロ変わる方なのかもしれない。ヘアスタイルがよく変わる方なのかもしれないし、衣装チェンジがあるのかもしれません。そこを見逃さずにねっていう。例えば今回の新曲はこんな感じみたいな、テイストが違うとかね、いうのもあるかもしれません。スターですね。スターにしてほしいし、スターになりたいっていう気持ち、注目を集めたい、いつまでもあなたのスターでありたいっていうところがありますね。活動、これから光り輝いていくんでしょうね。お見逃しなくっていうのが入ってきています。もし今このあなたが応援している推しさんがね、今すごく世間的に人気がめちゃくちゃあって知名度がある方じゃなかったとしたら、これからすごく知名度が上がっていくので、今ここで私を知ってくれてありがとうみたいな感じで入ってきています。そして推しさんからのメッセージとしてワンドの9、はい、そして3、また太陽のカードが入ってますね。めちゃくちゃ輝くよっていう、もう顔見えないぐらいに輝いてるので、どれだけこの方のね、頭部から輝いてる光が出てくるのかっていうところがあるんですけど、すごいですね。そしていろいろと今段階を踏んでいるところなので、やっぱりまだ芽が出る前なのかな、この推しさんっていうのが。全国的に知名度がないのかもしれない。ちょっと失礼なこと言っちゃったかもしれないんですけど、今はまだこれぐらいの規模で活動されてるんだけど、これから先何百倍もにも膨れ上がっていく可能性があるんじゃないかなと思います。すごく最高になっていくから、このまま応援してねっていう感じで入ってきていますね。そのための今プロセスを踏んでいるところなので、それもお見逃しなく。もしかしたら何かしらの合図だったりサインっていうのを出している可能性があるかもしれません。すごく根強いファンだったら気づく暗号とかを出しているかもしれませんね。必ずみんなが笑顔になれるようなお知らせ、活躍を見せるので期待してくださいねってところが入ってきています。そしてこの推しさんね、私のことをもっともっと知ってほしいとか、常にね変化を感じていってほしいなっていうところが入ってきています。はい、もうすぐですね、もう間もなく輝いていきます。もっともっとね、今もう全国的に知名度ある人なんですっていう方でも、だったら次のステージですよ。世界的に有名になるとか、もっともっと知名度が上がっていく、新しい活動を始めて、例えば独立とかソロ活動を始めてすごく人気が出るとか、映画ドラマとかに抜擢されるとかねっていうこともあるかもしれません。何かの楽曲提供でめちゃくちゃ爆発的にそれが人気になるとかってこともあるかもしれない。太陽が2枚入ってるので、すごく明るい活動、明るい活動というか、活動がめちゃくちゃ爆発的にいい、ものすごくいいっていうのが入ってくるので、すごいですね。みんなが知っているような有名人になるのかもしれません。
はい、そしてこの方自身もハッピーっていうのが入ってきています。そしてあとお選びいただいたカード、このオラクルカードからは推しさんからのメッセージとしてもらっていこうと思います。今ね、学んでいますよっていうのがもう本当に絵にとって分かる通り入ってくるんですね。今知識をいろいろと得ています。自分の経験値を上げることだったりとか、実績を積むことっていうのもやられているかもしれません。まだ下積みの状態だよっていう方もいるかもしれませんね。ここから世界へ向けて大きく羽ばたいていく可能性があります。はい、そうですね。世界もしくは全国とかね、もっともっと知名度活躍の場を広げるために今実績を積んでますよっていうのが入ってきていますので、今自分は、怠らずにね学んでいますので、そして自分の実績を積むことで自分に自信をつけることだったり、自分自身を知ること、自分を知るために、本当の自分を知るために今自分でいろんな情報を集めたりとか、学びを今行っているところですよっていうのが出てきています。見守っていてください。そのうち私はすごく輝いていきますのでっていうのが出てきていました。はい、ということで、この3番をお選びいただいた方、この推しさんはもしかしたら今活動を一緒にねされている方とプライベートでも密なお付き合いがあるのかなっていう状態です。そしてこの方の近々の運勢っていうのはめちゃくちゃいい。で、今例えば団体で行動されていたとしてもソロでこれから抜けていく可能性もありますし、両方ね確立されていく可能性もあります。活躍の場がどんどん広がっていきますし、そして今この時点でね、自分を見つけてくれてありがとうって、もっともっと変化していくからこの変化をお見逃しなくっていう風に出てきていました。はい、今回は推しシリーズということで初の試みなんですが、推しさんについて見ていきました。シリーズ化していくので2回目3回目とまたねテーマを変えて見ていこうと思っています。はい、では3番をお選びいただいた方のリーディングは以上となります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。